民泊は OK。飲食店もご相談も可能です。うわ、天井高いですね。梁も残ってます。むき出しの状態です。閑静な地域ではあるんですけども、周りに人気のお店もあって、穴場的なスポットではないかと私は思っております。こんにちは。株式会社2ポイントです。本日は東山区の五条坂のすぐ近く、馬町というところに来ております。清水五条駅からも徒歩10分。こちらの物件です。以前は住宅だったんですけども、オーナーさん側で全て外観も変えられて、こんな感じになってます。上格子付けられて、外もちょっとかっこいい感じでリフォームされてます。じゃあ、中見ていきましょう。2ポイント。はい。じゃあ中入ってきました。オーナーさん側で完全にスケルトンにされております。奥までも丸見えですね。設備の立ち上げは奥になってます。もう全部抜いてあるんで天井高もだいぶ高いです。あとは躯体の補強などはオーナーさん側で入れていただいているので安心です。一応こちらの業種制限なんですけども、民泊は OK です。飲食店もカフェとか軽飲食であればご相談も可能です。私のおすすめはカフェかなと思うんですけども、例えばここ入り口入っていただいて、この辺りまでは細長い厨房にしてもらって、奥に水回りが設備関係があるので、奥で厨房、ここカウンター前レジとか、そういうような使い方はいかがでしょうか。もう一つ、例えばギャラリーとかこの辺り多いんですけども、ここ、渋谷街道沿いなんですけども、一本北に上がると五条坂があります。そこで毎年8月に陶器祭りが開催されるんですね。いっぱいで店出されて器を売られるんですけども、その際にたくさんの人が来られるので、この辺りでギャラリーなどされても面白いんじゃないでしょうか。で、こちら階段も新しく新設されてます。以前はお家だったんで、狭いちょっと急な階段やったんですけども、こちらもオーナーさん買いで付け替えられてて、幅広くて、ちょっと勾配の緩やかな階段を付け替えられてます。では、2階行ってきます。2ポイント。うわ、天井高いですね。梁も残ってます。むき出しの状態です。はい、お2階に来まして、こちらの延べ床面積が70平米です。1、2階70平米あるので、1階、2階で10坪、10坪ぐらいのスペースになってます。さっき1階でお話しさせてもらってたみたいにカフェをされるのであれば、2階でイートインをしていただけるような作りになってるんですけども、結構客席取れるんじゃないでしょうか。4人掛けだと1、2、3、4、5、6テーブルと2人掛けもいくつか取れるぐらいの結構なスペースがあります。あとは民泊されるのであれば、ここで区切っていただいて、前と後ろで2部屋確保していただけると思います。観光地も近くって、
あっちの側の北の方に行けば賑わっているんですけども、五条より下がると少し落ち着いた雰囲気にはなります。ただ観光地はすぐ徒歩圏内なので、意外とお店も多いんですね。例えばこの渋谷街道沿いをちょっと東へ行くと、市川屋さんコーヒーというカフェがありまして、フルーツサンドがとても人気のお店ですごい並んではります。今の季節だと多分桃サンドとか、そんなんですごく並ばれていると思います。はい、この物件の一本北のところに細い道があるんですけども、そちらには去年弊社で仲介させていただきましたベジタリアンカレー屋さんもございます。サマさんっていうお店なんですけども、ベジタリアンの方向けのカレー屋さんで、団体客さんもいつも入っててとても繁盛されてます。そちらの物件に関してはまた別動画出しますんで、ぜひよかったらご覧ください。2ポイント。はい、じゃあ今回も内見お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあこの物件のポイントをお願いします。はい、おすすめポイント1。観光地の近くで清水寺、高大寺なども徒歩圏内ではあるんですけども、ちょっと一本下がることによって落ち着いた雰囲気にはなります。落ち着いてはいるんですけども、先ほどお話しした市川屋コーヒーさんとか、あとベジタリアンカレーサマさんとか、人気店も周りにはございます。閑静な地域ではあるんですけども、周りに人気のお店もあって、結構隠れ家的な穴場的なスポットではないかと私は思っております。おすすめポイントに見てもらった通り、このスケルトンでの引き渡しにはなってます。スケルトンですけども、躯体は補強はオーナーさんに入れていただいてます。このもう本当にむき出し状態でのお渡しになるので、内装などは借り主さんで好きなようにしていただけます。自分だけの理想的なお店が作っていただけます。おすすめポイント3です。業種のところなんですけども、飲食店 NG のところが多いんですけども、こちらは内容によってはご相談可能です。匂いのきつい業種はちょっと NG なんですけども、例えばカフェとか和菓子屋さんとかそういう業態であればご相談は可能なので一度お問い合わせください。民泊もご相談は可能です。周りにゲストハウスもとても多い地域なので、例えば朝食対応されるカフェとか、ゲストハウスって朝食出ないところが多いので、そういう業態も面白いと思います。あとはその先ほどのお話の通り、陶器祭りとか、そういうお祭りも近くですあるので、ギャラリーなども向いてるかなと思います。そう思うといろんなタイプの業種が可能ということですね。そうですね。まず一度お問い合わせいただければご相談はオーナーさんに1回させてもらうので、お気軽にご相談お待ちしております。お問い合わせは概要欄の公式 LINE の方でお願いいたします。はい、本日は以上になります。今日もありがとうございました。お問い合わせお待ちしてます。